そうめんをすするようにきゅうりが食べれるレシピ、きゅうりのだしあんかけというこの暑い夏にぴったりのレシピをお届けしたいと思います。こういう状態でこっち長いからすすれるわけですよ。ズルズルっていただきます。みたいなね。あ、美味しいですね。量が食べれる。飽きのこない味ですね。暑くなってまいりました。暑くなってくるとですね、野菜もいろんな野菜がたくさん出来上がるわけですね。僕よく青森に行くんですが、青森のその農家さんってきゅうりがですね、その食べるのにちょっと困ってるぐらい取れちゃう。なので今日は、きゅうりをささっと2本あっという間に食べてしまうきゅうりのだしあんかけというこの暑い夏にぴったりのレシピをお届けしたいと思います。ちなみに余談になりますがですね、8月から、こちらの、マイスターベルグさんアイコノというこのオリーブオイルのアンバサダーっていうんですかね、に就任させていただきまして、スーパーで見かけることがあると思うので、もしね見かけたら使ってみてください。実は今日はこのきゅうりのだしあんかけにはオリーブオイル全く関係ございません。早速やっていきましょう。では材料紹介です。きゅうり、調味料はかつおだし、酒、みりん、醤油、塩で片栗粉とお水でちょっと粘土つけて、でトッピングで白いりごまと生姜ですね。で今日2本でやるんですけど、4人家族とだったら4本とかやってもいいんじゃないかなっていうようなレシピですね。なんとなくイメージですが、そうめんをすするようにきゅうりが食べれるレシピって思うのがいいかな。きゅうり切ります。ちょっと長めに斜めにまず切るでしょ。斜めに切ったらこれを縦に、そんなに薄くなくていい、こんぐらいで十分かな。パラパラパラこんな感じで、きゅうり切れたらボウルに入れていく。きゅうりも昔に比べるとね、なんか青臭くなくなったというか、まあ多分なんか品種改良が何らかの形でなされてるんじゃなかろうかと思いますけど、もう一本も同様ですね。塩します。しっかり揉んであげて、まあ10分15分ぐらいですかね。このまま置いていくと、塩だし水分抜けますから、これこのまま置いときます。じゃあきゅうり塩してる間にあんを作っていきます。お鍋の中にかつおだし、酒、みりん、塩、醤油、すごいベーシックですね。で火かけると。こういうなんかベーシックな調味料の調合だけど、その和え方とか粘土つけるとかかけるつけるいろいろあるじゃないですか。それによって料理はすごい変化しますからね。で酒とみりん入ってるんでちょっと飛ばして、で水溶き片栗粉の準備ですね。お水入れて、で混ぜながら流していくと。でしっかり粘土つけて、ひと煮立ちですね。粘土ついたと思って、これでちょっと早めに揚げちゃうとちょっと片栗粉臭い時あるんで、ちょっとだけ火かけます。で火止めてボウルに移します。でこれ冷ましていきますね。これ氷当ててこう回してると冷えますからね。氷があまりない場合、室温に冷まして冷蔵庫で冷やすって感じかな。で今だしが完全に冷えて冷たい状態で、きゅうりも塩だし終わってくったりしてる状態ですね。そしたらきゅうりを絞ってこのだしに絡めていきます。絞る。割としっかりめでいいと思うな。このぐらい。もうなんか色がちょっと変わる。水分抜けて。
これもうドン。で絞ったきゅうり入れたらこのあんに絡めていく。でもこういう状態でこっち長いからすすれるわけですよ。ズルズルズルって。そうやって食べるときゅうりもあっという間になくなるぞっていうレシピですね。まずきゅうり持っていきます。で先にごまちょっと、これもお好みですね。一味とか七味とかもありだと。で生姜すりおろし、ちょっと絞って完成です。じゃあこの冷たいねキンキンに冷えたきゅうりいただきたいと思いますが、ちょっとなんかこういう小鉢チックにしてあんがちょっと緩めなので、ちょっと汁い感じで食べるのがおすすめかな。ちょっと生姜のせてこう汁の底からすくい上げいただきます。みたいなね。あ、美味しいですね。量が食べれる。飽きのこないですね。副菜として横に置いといて他の主菜食べたらまたここに帰ってくるみたいなことを繰り返したら結構あっという間になくなる味だと思いますけどね。ですごくベーシックなだしのあんかけなので、だからスタンダードメニューのきゅうりの副菜って言ったらなんかこれが、ね、各家庭で提供されてたらいいなみたいな、非常に簡単に終わってしまいまして申し訳ありません。ごちそうさまでした。